私たち日本人が神様という時、そこには2つの種類の神様がいます。一つは自然神、八百万の神と言われるように、例えば木であったり大きな岩であったり太陽であったり大地であったり、そういった自然物や自然現象を通して私たちは神を感じます。もう一つは権現様。権現様というのは今風の言葉で言えばスーパーマンです。その人が生きているうちに成し遂げた偉業、あるいは突出した能力、超人的な力を持った人、そういった人が亡くなった後、あの人は神が人間の姿形をとって現れてきた人なんじゃないか、そのようにして後世の人たちに崇められる。それが権現。この福厳寺秋葉大祭の主人公は秋葉三尺坊と呼ばれる権現様。言い伝えによれば、この人は厳しい山岳修行、山にこもってする厳しい修行によってある特殊な能力を体得されたと言われています。この特殊な能力を使って諸国を遍歴して多くの人々を苦しみから救ったと。この特殊な能力こそ火を自由自在にコントロールするという能力でした。この三尺坊は最終的に諸国遍歴の末、今の静岡県春野にある秋葉山という山を愛してそこにとどまったと言われています。ではなぜこの秋葉三尺坊大権現をお祭りする社が福厳寺にあるのか。この秋葉山の麓にある若い夫婦が住んでいました。この夫婦には悩みがありました。子供ができないという悩みでした。そのことを気に病んだ奥さんが秋葉山に願掛けをすることに決めたんです。願掛けというのは100日間毎日夜中の12時にたった一人で山に登って秋葉の神に子供を授かりますようにというお願いをする、そういう願掛けです。それを行った結果、待望の男の子が一人生まれました。この子が育つにつれ、ちょっと人と違った子供だということが噂されるようになりました。他の人と違ったことを話し、他のことは違った行いをする。で、ある時この若い夫婦のもとに岡山県からやってきた旅のお坊さんが通りかかって、この夫婦の家にですね宿を取るんですね。でそしてこのお坊さんが、この子を見て、この子は非常に利口な子だと、ちょっと他に例を見ないぐらい利口な子だと、だからぜひ預からせてくれないかという話があったんです。当時の日本はその人口の 90% 以上の人たちが農民だから、勉強しようと思ったら勉強の場はお寺なんですね。でそこでこの若い夫婦はこの子をこのお坊さんに預けることにしました。でそうやってこの子がだんだんお寺で修行を積んで大きくなって、厳しい修行を経ていく過程の中で、体の調子を崩したり、それから人生に迷ったり、そういった時に不思議なことに枕元に立ってこの子にお告げをくださる神様がいました。それが秋葉三尺坊大権現だった。でこの子は次第にそうやって育って立派なお坊さんになったんです。そして尾張の国、今の愛知県の小牧市です。小牧市の野口というところにやってきて、そして人々に教えを広め始めた。その当時、この大草と言われる地区に大草城というお城がありました。そこのお城の城主である西尾道長という武士がこの噂を聞いて、立派なお坊さんがその野口にいるということを聞いて、そしてこのお坊さんに弟子入りをして、そしてこのお坊さんの布教のために自分の城の南側にあった広大な土地を寄進をして建てられたのが福厳寺です。でそしてこの子こそ福厳寺のご開山、生前東石大和尚です。でこの生前和尚が福厳寺を開洞するとき、オープンするときですね、自分の人生の岐路に差し掛かったときに常に
枕元に現れて啓示をくださった秋葉三尺棒をここの福厳寺の守り神として社を建てて祀ったというのが福厳寺秋葉神殿の始まりです。福厳寺の秋葉大祭はこの福厳寺の創建以来540年近くにわたって続いている伝統的な祭りです。この祭りの中で扱う炎というもの、火というものには2つの意味があります。一つは物理的な火、そしてもう一つは私たちの心の中の火、炎を象徴しています。現代社会は非常に消火システムというものが発達した社会ではありますけれど、依然として火をいい加減に扱えばそれはたちまち私たちの大事な家族であったり家であったり地域を巻き込んで、燃やし尽くしてしまう、そういった恐ろしい可能性を秘めています。と同時にこの火が私たちの心の中の炎、その恐ろしさも象徴している。現代の社会において非常にストレスという言葉が氾濫しています。私たちはストレスにまみれた社会を生きています。怒り、そして貪り、欲、そういったものが過剰に爆発をすれば、いくら一生懸命頑張って生きている人であっても自分の感情が暴走することによって切れてしまうことによって人生を大きく踏み外す、せっかく積み上げてきた大事なものが全部崩れてしまう、人の信用が全部なくなってしまう、それが一瞬にして起こりうるんです。ですからこの大祭では燃え盛る炎の中を自ら渡ることによって炎の熱さを体感していただく。わあ、火って怖いんだと、熱いんだと、恐ろしいんだ、そのことを改めて身をもって体感して、この物理的な火と、そして私たちの心の中の火、貪り、欲望、そして怒りの炎ですね、これを大事にコントロールしていく。この伝統の祭りを今もなお大事に受け継いでいくことの意味はそこにあるのです。火というのはね、全てを焼き尽くす、ね、全てを焼き尽くす、いわゆる汚れたものも何でもね、ゴミやなんかもみんなこうバーッと燃やして焼き尽くす。そして原点でしょ。一年の無病息災といって一年溜まってきた自分のね、心の汚れ、体の汚れをこの渡ることによって一気にね消して、そして新しい気持ちで新年を迎えようという意味でですね、現在の日当たり神事ということを行う。